皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナの情勢解説。ウクライナに関連する情報は地上波のテレビ放送では取り扱いがほとんどなくなってきたので、このチャンネルで情報の更新をしていってください。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、アメリカからウクライナに供与された兵器、エイタコムスミサイルの戦果報告が止まりません。ロシア軍防空部隊、またも被弾。そして2つ目はロシア軍の最新兵器、カメバイクの紹介と、最新に近かった兵器、カメ戦車の近況について取り上げていきます。まず、エイタクムスミサイルの攻撃。クリミア半島各地に対する攻撃で使用されました。攻撃先の防空部隊に配備されていた兵器は S400 と S300 です。これらの攻撃においては、ロシア側はエイタクムスミサイルを全く迎撃できていなかったと言われています。それぞれの被害状況については、後日また衛星からの写真などが入ってくるかもしれません。エイタクムスミサイルの成果なのですが、今のところ全くとどまるところを知りません。その証拠として考えられることが、今回の攻撃先の防空部隊の主要兵器です。これまでクリミア半島の防空兵器といえば、それは S400 を主体としていました。なぜならば、ロシア軍にとっては S300 のその後に開発されたのが S400 であり、防空域の広さ、そして防空能力そのものについても S300 よりも S400 の方が格上だからです。ところが、エイタクムスミサイルがこれまでクリミア半島攻撃を行って S400 のミサイルの発射装置やレーダー、そして管制ユニットなどを丸ごと破壊するなど攻撃が成功し続けてきました。そのため S400 を置き続けるといったことが難しくなったのか、はたまたもう S400 を諦めて型落ち品の S300 を配置したのか、理由は不明なものの、クリミア半島の防空隊の質が下がったのです。今回攻撃先の防空部隊の S300 が2部隊あるというのはそのような背景が考えられるわけです。ロシア軍にとっては高額で最新兵器の S400 の数にも限りがありますし、さらにはエイタコムスミサイルを迎撃できないというのであれば、いっそのこと、これからウクライナに供与される F16 戦闘機の警戒に絞って別に S300 でもいいじゃないかという具合にして装備の劣化を受け入れているのかもしれません。何にしても供与されたエイタクムス、ロシア軍の防空部隊では全く止められないということが証明され続けているので、アメリカからの供与がこれからも続くことを願うばかりです。ただしこのエイタクムスミサイルは東部戦線のその北、ハルキウ戦域においては使用を規制されているとされています。そのためハルキウ周辺における戦いでは、ハイマースから打ち出す弾はエイタクムスミサイルの射程距離半分程度のものに抑えざるを得ず、ロシア軍の後方基地などに対する攻撃が不十分となっています。このあたりアメリカはまだまだロシアに対する気遣いを行っているような状況で、もっと腹をくくって使用制限を解除すべきでしょう。エイタクムスミサイルは射程距離300キロで何もロシアの首都モスクワに届くわけではありません。エイタクムスミサイルがロシア軍のいかなる防空部隊も突破できるというような今の状況が長く続くかどうかはわからないのですから、今のうちに最大限その攻撃力を発揮させ、ロシア軍に打撃を与えるべきでしょう。続いてロシア軍の最新兵器についてのご紹介。その前にロシア軍の突撃部隊に使用される兵器がだんだんと劣化しているといったことをこれまで解説してきました。最新鋭の戦車からソ連時代に作られた旧式戦車、そして戦車が足りないのであれば装甲車、そしてその装甲車も足りないのであればゴルフカート、さらには劣化してバイク突撃といったものも奨励されるようになりました。そうしたバイクによる突撃もさらに改良が進められ、カメバイクとでも呼べるようなものが現れました。これはドローンによる突撃を少しでも防ごうとするものです。しかし当たり前の話なのですが、バイクがこのように覆いをしていればより大きくなりますから、遠くから見ていても近づいてきたなというのが分かってしまいます。こちらの映像ではウクライナ軍のドローンがカメバイクを発見し、そして突撃ドローンを放ったところです。対戦車弾頭付きのドローンが突っ込むことでこの兵士は命を失いました。ではカメバイクの前身となるカメ戦車の現況についてはどうなのでしょうか。
亀戦車はこのように戦車や装甲車の上に様々な鉄板や板を貼り付け、そこにさらに金網なども被せることによって、ウクライナ軍の小型突撃ドローンによる攻撃を少しでも防ごうとするものです。車体の前部には地雷を除去するための装置なども取り付けられ、ウクライナ軍陣地への攻撃、その活路を開く新兵器として採用されました。先に亀戦車といった名前が出てきたので、合わせて車体に何かを貼り付けて戦う兵器について亀〇〇という名称を付けました。そのため今回ご紹介した最新兵器は亀バイクというわけです。もともとこのように応用する理由というのは、ウクライナ軍の小型突撃ドローン対策でした。2024年ウクライナ軍はアメリカからもヨーロッパからも軍事支援物資の不足といったものが顕著になりました。それはそれぞれの軍事支援の予算に障害が発生したからです。アメリカでは共和党が税金の無駄遣いだとして反対しましたし、EU においてはハンガリーが親ロシア派としての行動を活発化させ、EU の軍事支援予算を阻止しようとしたのです。その結果としてウクライナ軍には砲弾が足りないといったことが常態化し、ロシア軍の攻撃に対する対応として最も使用されるのが砲弾から小型ドローンへと移行しました。当然のように砲弾よりも小型ドローンの方が威力としては小さいので、これを防ぎきればウクライナ軍陣地の攻略が楽になると考え、そこで出てきたのが亀戦車だったというわけです。そして車両不足から一般的に広く売られているバイクを入手しやすい突撃兵器として採用し、これを少しでも防御力を上げようとして亀バイクもまた誕生したというわけです。しかし、このようなドローンにさえ何とかしていればという考え方は情勢の変化によって時代遅れと早速なっています。なぜならば、アメリカからも EU からも現在軍事支援物資が入り始めており、砲弾不足は最悪期を脱したからです。亀戦車にしても亀バイクにしても標的として大きいわけですから、早めに見つかり、それによって遠くからの攻撃を受けるようになっています。ちなみにこのような戦車やバイク、さらにそこから下がるともう何が残っているだろうと考えた時に、ハリボテなどを兵士が被って移動するといったことも考えるわけですが、これについては実はもうすでにやっている人がいます。こちらの映像はウクライナ東部戦線。ウクライナ軍のドローンがある奇妙なものを発見しました。画面中央に映っているものはバスタブをひっくり返したようなものだと思ってください。それが徐々に前進しているのです。メタルギアシリーズのゲームを楽しんだ人ならお分かりでしょうが、このような偽装でごまかしが効くのはゲノム兵程度なもので、実際の戦場においては簡単に見破られてしまいます。この動画ではちょっとカットしていますが、この後この兵士は小型ドローンによる攻撃で吹っ飛んでいます。今回ご紹介したように、ウクライナに供与される兵器は確実に成果を上げ、一方においてロシア軍は兵士の末端に引き渡しされる兵器の質は確実に下がっています。しかし、まだまだ砲弾の総量としてはロシア軍の供給量は多いですから、東部戦線においては激しい攻撃にさらされています。ここからはいかにしてそうした物量攻撃に対してどれだけ対抗できるかにかかっていると言えるでしょう。ただ総じて言えるのはロシア兵には絶対になりたくないなというところです。皆様今回の話を聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録してこのチャンネルの動画を見ていってください。そして動画を見終わった方は評価ボタンのクリックとまた情報更新に役立ったなと思われる方はスーパーチャットやメンバー加入もぜひともご考慮ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。